では、最後はコミュニケーションの問題です。結局、待っていても結婚の話もないので、お互いの気持ちを確認するためにも結婚の話をしましたが、彼はとても驚いていて、私はそんな彼の態度に戸惑いました。付き合ううちに私との結婚についてそれっきり話ができず、彼の本心は結局最後までわかりませんでした。また、妹さんのことが大好きで、私には彼の感覚が理解できませんでした。もう彼のことは吹っ切れたし、今後連絡を取ることもないのですが、未だに理解不能な部分があるのが少し気がかりです。ということですね。では、朝日さんにとって本当に大変そうですよね。ちょっとかわいそうですね。相手が全然話してくれないようですね。おそらく、その彼は多分自分の話しかしないとか、朝日さんの話にあんまり興味がないでしょう。そのように、本当にコミュニケーションできない相手がいれば、どうすればいいですかね。それは、ちょっと後で話すんですけど、今は、ちょっと朝日さんのリクエストに従ってちょっと答えたいです。そのシスコンの事実は何も言えないんですけど、彼と話さなければ何も言えないんですけど、朝日さんにとってその妹さんが大好きってことはちょっと気になって多分嫌がっているようですね。それだったら朝日さんは彼と話すべきなんですね。なんか妹さんちょっと好きすぎとかそれ直接すぎかもしれないんですけど、そのようにちょっと聞いた方がいいですね、直接。でも、今回は彼が話してくれないので、話してくれないだろう。で、コミュニケーションのない恋愛は、つながっていない恋愛ですね。このつなぐことは基本的なニーズに与えることですね。コミュニケーションできれば、他人があなたのことを分かってくれれば、自分の安心になったり、ちょっとストレス解消になると思います。で、朝日さんの場合は、それ全然できず、多分ストレスとか溜まっていて、すごい苦しかったのではないでしょうか。で、多分彼は分からなくても、多分彼にとってもコミュニケーションできないのは苦しいことだと思いますね。そういうコミュニケーションしたくない人にとって、多分したくないと言われるのに、その人間だからニーズがあるんですね。その人とのつなぐこと、またそれコミュニケーションみたいな感じ。それニーズなんですね。みんながそれ必要です。その程度が変わっていくんですけど、ニーズだから本当になければストレスが溜まっていくんですね。私たち動物なので、もともとその社会の前、洞窟に住んだ時、一人だったらストレスが溜まっていくわけですね。不安みたいな気持ち、落ち込んだりしますね。なぜかというと、その独身の状態は本当に危ないですね。なんか怖い動物に食べられちゃうとか、それがあったので、だからニーズですね。程度が変わるんですけど。従って人とのつなぐことは本当に大事ですね。特に恋愛は大事。前回のビデオでも言ったと思うんですけど、やはりその2年間もコミュニケーションのない恋愛、男女の営みもない、結婚の話もない、恋愛を我慢したんですけど、それはなぜでしょうかね。朝日さんに私も聞きたいんですけど、我慢しなくてもいいんですよ。すぐ問題があって逃げたいというのは多分ちょっと我慢がなさすぎですね。でも2年間コミュニケーションもない、男女の営みもない、そして結婚するかどうか彼は言わない。
それ結構長いですね。で、朝日さんにまた皆さんに考えてほしいんですけど、その相手と幸せになれると思ったんですか？私は思わないんですね。最初のうちは我慢できるかもしれないんですけど、ちょっと忍耐強い人はできると思うんですけど、それは幸せにはなれないでしょう。理想的になれないと、れない、述べたれない、多分全く違うんじゃないですか。で、朝日さん、ちょっと考えてほしいんですけど、その自分にとって、そのコミュニケーションはどのように見たり感じたりしたいですか？ちょっと考えないといけないんですね。私、アドバイスするビデオなので、ちょっとこれ言うんですけど、多分正直でオープンなコミュニケーションできる相手探した方がいいですね。なんか自分が考えたり、感じたりすることを聞いてくれる人。で、逆にも、朝日さんはその相手のことを何を考えたり、何を感じたり、聞くと、多分うまくいくと思います。多くの人は、似てる恐怖があるんですね。なんか、それは自分が足りない。なんか相手の愛に十分値しないように感じることですね。だから、良い相手ではなく、なんか、最初に付き合ってくれる人に我慢することが多いだろう。だから、自分の理想を考えて、このようなコミュニケーションしたい。この相手と。このようなコミュニケーションしたいと思って、そのような相手を探していったら、多分、確率的にうまくいくと思いますよ。だから、最初に来るかわかんないんですけど、その人を見つかるまで、頑張って探した方がいいと思います。で、この3つのビデオで朝日さんのリクエスト、質問に、答えたんですが、助かったら嬉しいです。他の人にも参考になったらと思います。恋愛は複雑なものですね。でも、大体欲しがっていることをクリアに分かって、相手と正直な話できたらうまくいくと思います。で、ただ、合わないと思ってすぐ逃げるんじゃなくて、相手と話し合って、で、問題を乗り越えたら、多分さらに絆が作るでしょう。だから、逃げることは、なんか、早く逃げることはあんまり良くないと思いますが、朝日さんはすごいかわいそうなので、2年間も待たない方がいいですね。そのタイミングは、本当に人はそれぞれだから、私は何も言えないんですけど、本当に、例えばこの人と結婚したいと思って、朝日さんみたいに、で、話してくれない。男女の営みもない。コミュニケーション本当にない。だったら、多分そんなに待たない方がいいですね。人にチャンスをちゃんとあげないといけないですね。チャンスをあげて、で、話し合って問題乗り越えたら、この人とうまくいくと思ったらいいですね。思った方がいいです。なんか喧嘩とかあるから合わないっていうことはないですよ。本当に話し合って乗り越えることが大事なので、それできたらいいでしょう。最後に今回のアドバイスを参考にしてくれば幸いです。で、朝日さんの次の恋愛、がきっと素敵なものになりますように応援してます。で、他の視聴者のリクエストがあればコメントをください。また、いいねを押して登録もよろしくお願いします。次のビデオまでお元気に過ごしてお待ちください。ありがとうございます。